はい、皆さんこんにちは、宗太郎です。動画の更新が随分とご無沙汰してしまいましたが、皆さんお元気でしょうか。今日はジョシュアトゥリーから、この動画をお送りしています。週末に家族で、来ていて、義理の妹家族と一緒に、来ているんですけども、今日はこの後、ジョシュアトゥリーの国立公園の中の方を、みんなで散策したいなと思っています。で、ここ今泊まっているところはバケーションホームっていうんですかね、2ベッドルームの場所になってまして、そこに2泊週末泊まって、日曜日に帰る予定でいます。今日は宗太郎の部屋シリーズということで、私の人生で今起こっていることについて少しお話したいなと思っています。で、トピックというのはこれまで話してきたビザやグリーンカード、永住権の話ではなくて、私の家族に関してのことです。で、家族といっても今アメリカに一緒に住んでいる家族ではなくて、日本にいる家族のことで、私にはこの宗太郎の母いるんですけども、もう少し具体的に言うと父に関しての話になります。ちょっと込み入っているので、うまく話せるようにちょっと頑張りたいなと思っています。遡ること40年前そこまで急に遡るんかいってなるかもしれないんですが、ちょうど自分がジョジョぐらいの年ですかね。ジョジョ2歳なるとこなんですけども、その時期に実は私の母と私を産んだ父は離婚をしていました。なので私がもう記憶に残る限りだと、本当に自分の血のつながった父というのはすごく面影しかなくて、はっきりとした記憶がないという状況です。皆さんの中にはあれ、宗太郎さんお父さんいたじゃないって思う方いるかもしれないんですけども、その父というのは2年半前にがんで亡くなったんですけども、実は血がつながっていない父になります。私が小学校4年生ぐらいの時ですかね、日本のその母が父と再婚をして、私たちの家族に新しいお父さんとして来てくれたのが父なんです。その父のことを話すとまた動画が1本以上になってしまうので、今日はちょっと割愛させてもらうので、ちょっとカツオのお父さんごめんねって感じなんだけども、その新しいお父さんが僕が10歳の頃に私たちを兄と私を養子として迎えてくれて父になってくれました。なので僕がジョジョぐらいの年、2歳ぐらいからずっと4年生、10歳ぐらいですかねまでの間はずっと私たち家族は3人で暮らしていて、父親がいなかったので、その新しいお父さんが来た時には本当に嬉しかったのをよく覚えています。ちょっと太陽の日が顔に当たってきたのでちょっと場所を変えました。僕は結構幼かったので記憶にはないんですけども、母曰く当時の僕がお父さんが欲しいというふうに言ってたらしいんです。その2年半前に亡くなった父はカツオお父さんというんですけども、本当に尊敬する父で、血のつながってない兄や僕たちに対して本当にたくさんの愛情を注いでくれました。で、少し早送りになるんですけども、3年半前その父ががんを患っていることが分かり、しかも急にですねステージ4のもう手のつけようの施しようのないがんですというふうに先生から言われて、もう本当家族みんなで大泣きしたのを覚えています。ただその父との最後は本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。最後は父は緩和ケアホスピスの方に入っていたんですけども、お医者さんの方からも連絡をいただいて、父が亡くなる直前に、当時僕はすでにアメリカの方に来ていたので、一時帰国する形で父が亡くなる1週間前に日本に帰国をして父と時間を過ごすことができました。父のいる病室の傍らで一緒に寝泊まりをして、夜は手つなぎながらですね寝たりして、本当に最後いろんな話をしていい時間を父と過ごすことができました。とは言ってもやはり僕もアメリカの方で仕事がありましたし、家族もこっちにいたので、帰らなければならないということで、最後は本当に父とお別れをしなければいけないということがあったんですけども、最後はですねもう飛行機の時間が迫っていたので、もう父に大きな
ハグをしてですね、もうこれが会うの最後だなというふうに思って、もう40ねそこそこの大人が病棟中に響き渡るほどの大泣きをして、父とハグをしたのを覚えています。その時父と私は2人だけだったんですけども、もうワンワン泣きながらですね父をハグして、で、父も私のことをハグしてくれて泣き崩れてたんですけども、その時父が私にですねもう大丈夫だよと、天国で会えるからと言ってくれたのを本当に覚えています。エレベーターの方に向かって最後父にしばらく涙が本当に止まりませんでした。そしてアメリカの家族のもとに無事に帰国をして、それからちょうど1週間ぐらいした時に父が亡くなったという知らせを家族から聞きました。もちろん葬儀のことがあるので、今度は家族みんなを連れてアメリカからまた一時帰国ということで日本に行って、家族と一緒に父が亡くなったことを悲しんで葬儀をしました。さっきまで撮ってたカメラがオーバーヒートしちゃって、ちょっと場所とカメラを変えました。話の続きをすると、その父が亡くなってから、1年半ぐらいしてからですかね、ある日ふと思った時があるんですよね。もう父がいなくなっちゃったなって、もうこの地上に父という存在がもういないんだなと思うと本当に寂しい思いになったのをよく覚えています。でその時ですかね、ちょっと不思議なことを思ったんですね。いや待てよと、確かにカツオのお父さんはいなくなっちゃったんですけども、もう一人の父、血のつながった父という存在を改めて少しその時感じたんですね。で父のことは父のフルネームも戸籍を見れば載っているので、それでどんな父親の名前というものは知っていたんですけども、ただ40年来特にお互い、連絡をし合うことは全くなかったので、父のことは父がどこに住んでいるだとか、母も離婚ということもあったので、父の写真を家に飾っておくということもなかったので、父がどういう人なのかっていうことをほとんど知らずに幼少時代は過ごしました。その父のことを思ったら急に自分が亡くなる前にはその父には会いたいなって思ったんですよね。ただ会いたいと言っても名前だけではもう調べる術がなかったので、もし分かったとしてこちらから連絡しても向こうもびっくりするだろうし、もしかしたらかなり迷惑かもしれないので、そういうことはしなかったです。ただその日はすごくその父に会いたいなっていう思いが自分の心の中にあったので、その日は神様にこう祈ったんですね。もしよければその父に会わす機会をぜひくださいと。それが約1年半ぐらい前の出来事でした。そうしたらですね、神様って本当にすごいですよね。何が起こったかというと、その父が私たち家族に、母なんですけども初めはコンタクトをしてきてくれたんです。それを理解するのができなくて、ちょっと頭の中が真っ白になる、どういうことみたいな、そんな風になったのを覚えています。ここもちょっと詳しく話すと長くなるので割愛しますけども、その父がコンタクトをしてきてくれたのは、今その父は同じくがんを患っています。なので自分が亡くなる前にぜひその自分たちの息子にも会いたいと。しかもその少し初めくれた、言葉の中には、子どもたち家族に対しても謝罪をしたいというふうに、言ってきていて、謝罪っていうふうに本当思ったんですね。そんなすごく謝罪してほしいと思ったことは一度もなかったので、もうその言葉を聞いた時にはもう全然もうそんな謝罪だなんてもう全然、そんな必要ないよっていうふうにすぐにでも伝えてあげたいなっていう思いになりました。その連絡があったのが4月頃の出来事で、もう3月からコロナ禍に入っていたので、なかなか家族としても会うことができなかったんですけども、日本にいる兄と母は無事に直接対面で再会することをできました。一方僕はというと、コロナの影響もあってアメリカと日本を行き来するっていうことは非常に難しい状況にあったので、父と兄が再会している中にフェイスタイムテレビ会議を使って参加するっていうことで、まだ私自身は直接はその父とは対面では会っていないんですけども、そういったフェイスタイムを通じてはすでに会っています。でその父なんですけども、フェイスタイム越してなんですけども、やはり40年ぶりに初めて
会うんですが、やっぱりこうね DNA が一緒ってこともあって、似てるんですよね。ちょっとこんな風に動画見てもらうと分かるかもしれないんですけども、本当に自分に結構顔が似てるなってやっぱりこう話しながらテレビ会議越しにこう相手の顔を見てると、これはやっぱり自分の父だっていうぐらいに顔が本当に似てる部分があって、なんか自分が老けるとああいう顔になるのかなっていうのが分かったりして、本当に面白い体験でした。感謝ですよ。こちらこそこう産んでもらって感謝で。そうだね、本当に手紙にも手紙にも書けましたけど、本当に産んでもらったことだけで本当に感謝です。ありがたい。こちらも本当にこんなに素晴らしく成長して感謝です。本当に自分が親としての責任を果たせなかったというのは事実だから。あなたたちにいくら謝っても、例えばほら、どんな道を。でその後今ずっと何回かこうテレビ会議フェイスタイムをしながら会話はしてきてるんですけども、なかなかそれ夏以降もこう長期でやはり最低限2週間ぐらいは休みが取れないと向こうでの自宅隔離とかそういう状況もあるので、その大きな休みを取ることが仕事の関係もあってできないでこれまで来ました。で同時に父の状況はというと、本当にがんの今末期の状況で入退院を少し繰り返しているっていう状況でもあったりして、実際に入院なんだよあおぽんが参加です。あおぽんです。あおぽんです。あおぽんが参加します。パパ話の途中だったんだけども、高野元蔵の話ね、今コロナの状況もあるので一旦入院してしまうと、家族ですら、面会ができないという状況になってしまうので、どのタイミングがいいかなっていうのを今模索してきたところです。でやっと来月12月にですね、パパだけね日本に行くの知ってる？知ってるよ。パパだけ日本に一時帰国2週間します。で12月の、中旬ぐらいから2週間クリスマス前まで帰るんですけども、クリスマスにねってことじゃん。クリスマスに帰ってくる。クリスマスの日に25日に帰ってくる。クリスマスの日に日本でプレゼントを買って帰ってくる。That's the best thing I ever had. はい。明日それ生きてんじゃない？なんでということで、やっと念願の一時帰国、そして、私がですね40年ぶりに初めて、対面で会うという父の再会を来月果たせることになりそうです。宗太郎の部屋シリーズということで、私の今近辺で起きていることを少し紹介させてもらったんですけども、その父のこと、父との時間が本当にいい時間になるようお祈りしていただけたら嬉しいなと思います。あと、最後にちょっと聖書の言葉を引用したいなと思うんですけども、今回動画をこうやって共有しているのは、この聖書の言葉があるからです。ちょっと読みますね。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるためですという言葉があるんですね。この言葉はすごく好きで、要はどういうことかというと、自分のこのことに関して皆さんどうか祈ってくださいと。でその祈りが実現した時には、やっぱりねよかったね、その通りになったね、実現したねっていうことで、その喜びをみんなで分かち合うことができるっていう言葉だと思うんですよね。そういう意味でもぜひこの動画を見てくれた方に、私の来月の父との再会が本当にいい再会になるようにお祈りしていただけたら本当に感謝です。それでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画の後には父との再会の様子なんかをお届けできたらなと思っています。今日は宗太郎の今人生で起きていることのビッグイベントなんですけども、このことを共有できて嬉しく思います。ちょっとこの後行く吉谷トリーの国立公園の様子なんかも最後お伝えできたらなと思っています。今ね日本でもアメリカでもコロナが非常に流行り始めているので、くれぐれも気をつけてお過ごしください。それでは次の動画で会いましょう。じゃあまたデカディハティ、バイバイ。リビングが一つあって、離れみたいな形でここに一つ部屋があります。入ります。でここに1個離れがあって、でこっち側に
もう一つ母屋っていうんですかねがあって、あそこにリビングの中で今、あっち側は山の方は、ジョシュアトリーになります。今ここの町は29 Palms っていう町の名前なんですね。はい、29本のヤシの木なんか意味があるんですかね。ちょっとそこは分かんないですけど。おいや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 どうエバリエバリよしよしジョシュアツリー行くぞはい正しい発音をせーのジョシュアツリーよしあったあったあったせーの Joshua Tree. ジョシュアツリージョシュジョシュ Joshua Tree. はい、はい、せーのジョシュアツリー。ジョシュアツリー国立公園への入場料は車1台あたり30ドル約3000円で7日間有効です。ジョシュアツリーに国立公園内に入りまして、よしまさぴあれでしょここジョシュアツリーに来てもう時間がなくて1箇所しか見れなかったらここに行ってくださいね、見えなかったらここだけには行けというところで、ジョシュアツリーといえばというバーカーダムかなバーカーダムっていうんだというところに今来てます。皆さんジョシュアツリーって国立公園で名前がついてるんですけども、そのジョシュアツリーという木はこの木、これですね、この木の名前がジョシュアツリーという木の名前なんですよね。何ですかね種類は。なんか近くで見るとこんな感じでね、なんて言うんだろう、あ、ちょっと尖ってるね結構。あ、結構硬い。結構ほらわかるかな、硬い。なんかこれ刺さりそう。結構硬いですね。なんかこうサボテンじゃないんですよ。サボテンじゃなくてソテツみたいな感じなのかな。でも大きくなるとこうやってね、結構木みたいに硬くなる。これが向こうにも広がってますよね、たくさん。これがジョシュアツリーという木なんですよね。それがこの地域に生えていて、でなんかどっかで読んだけども、なんか近年結構乾燥がひどくて砂漠化がより進んでるみたいで、このジョシュアツリーが少しこう数が減って将来的には絶滅してしまうんじゃないかっていうふうなことも言われてるらしいですね。なんだっけ、英語なんていうのそれ。ペトログリスっていうのは日本語だと古代人が描いた壁画、まあ古代人かどうかわかんない、壁画か。パーポンが壁画を今行きました。何が見える？どんな文字が見える？サウンドオブミュージックだね。本当だ。なんで？I feel from mountain。なんかアリ足ふらふらしてんだけど。ふらふらしてるよ。いいよ。こういうハイキングなんか良くない？すごい。パパ大好きこういうハイキング。ケンケン、あ、ケンケン目開けてる。以上は感想は？不思議なところでした。以上感想は？よかった？よかった。すごく気に入ってよかった人。はい。はい。